どうももいっと、あきほです。タムト情報局早速2回目がやってまいりました。今回は本日14日から施行される CMCO の制限内容についてです。13日午後、イスマイル・サブリ国防大臣より14日から始まる CMCO の SOP 制限内容が発表されました。発表自体はマレー語だったので原文はわかりませんが、英語翻訳されたページをリスナーさんが送ってくださったので、その SAYS というサイトの英語翻訳を日本語訳にして動画にしたいと思います。おそらくこの動画が上がる頃には大使館から日本語で SOP が来てると思うので、そちらもぜひ個人でご確認ください。サイトではケール、セランゴール、プトラジャヤの CMCO について知っておくべき30のこととして書かれていますが、ここでは一般人の我々に関わるところだけをシンプルに抜粋して紹介していきます。すべてを読みたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。その1、買い物のために家を出ることができるのは1世帯あたり2人だけです。高齢者や子供などのリスクの高いグループに属する人は外に出ることが奨励されていません。その2、病気や親族の死など特別な場合や緊急事態を除いて地区間及び週間の行き来は許可されていません。ただしビジネスの場合は雇用主からの書類を持っていれば移動を許可されます。その3、雇用主は従業員の在宅仕事を許可しなければなりません。その4、レストランや食堂は午前6時から午前10時までしか営業できません。その5、持ち帰り、配達、ドライブスルーが推奨されていますが、店内での食事は許可されています。ただし1テーブルにつき2名までとされています。その6、市場は午前6時から午後2時まで営業できます。卸売市場は午前4時から午後2時まで開くことができます。ナイトマーケットは午後4時から午後10時まで営業できます。その7、ガソリンスタンドは午前6時から午後10時まで運転できます。高速道路の方は24時間運行できます。その8、バス、電車、タクシーなどのすべての公共交通機関は通常通り運行できます。ただし配車サービスとタクシーの場合、一度に乗車できるのは2人までとなります。その9、フードデリバリーは午前6時から午前12時までしか利用できません。その10、薬局は午前8時から午後11時まで営業できます。その11、テーマパーク、ナイトクラブ、映画館などの娯楽施設の運営は許可されていません。その12、一度に10人以下の非接触アウトドアスポーツは許可されています。その13、スイミングプールやその他プレイヤー同士が接触するスポーツの使用は許可されていません。その14、異なる州の観客や選手とのスポーツは許可されていません。その15、公立及び私立の大学、学校、幼稚園、保育園などのすべての教育機関は運営を許可されていません。その16、国家試験を控えている学生は受験することを許可されています。その17、教育講演、会議、コンベンション、展示会は許可されていません。その18、結婚式や誕生日パーティーなどの懇親会は禁止されています。その19、CMCO エリア内外のすべての観光活動は許可されていません。以上がおそらく私たちに関係するであろう SOP の抜粋でした。前回のロックダウンと比べかなり緩めの規制だったので少し安心しましたが、前回同様、いつ国が基準や規制を変えるかは未知なので、常に最新の情報を入手できるよう心がけてください。今回こそは2週間で終わることを願っています。可能な限りステイホームで一緒に CMC を乗り切っていきましょう。それではタムット情報局2回目 CMCO の SOP についてでした。少しでも皆さんの役に立てれば幸いです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また Twitter と Instagram もありますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。CMCO 中暇だなって方は生放送ビゴライブの方で毎日やってますので、ぜひ雑談しに来てください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。もいもい。タムット情報局。